皆さんこんにちは、南條達也です。今回ですね、12月に新商品が出るということで、ゴッドハンドの本社にお邪魔しております。販売担当の小島さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小島さん、販売担当だったんですね。そうなんですね。割と模型話とかで南條さんとはいろいろお話しさせていただいてますけど、今までゴッドハンドさんの商品の使い方が分からなかったらちょっと小島さんに電話しようみたいなそういう感じで、てっきり開発の方が開発ではないんですけれども、プラモデル、趣味で作っている延長でお話しさせていただいていることが割と多いと思います。なので今回も小島さんに来ていただいて、今回の2つの商品ですね、より具体的な使い方ですね、それを聞けたらと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでですね、今回改めまして、510瞬間接着パテと510プライマーの紹介を小島さんにしていただきたいと思うんですけども、本当具体的に実演していただけたらと思うんですけども、もう先ほどから外ちょっと工事の音がですねちょっと入ったりすることもあるので、ドリルの音がうるさかったらちょっとカメラを止めてしまうこともあるかと思いますが、そちらの方をご了承いただければと思います。なので小島さんちょっと大変だと思いますがよろしくお願いします。よろしくお願いします。でまず510のこのプライマーの方から紹介していただきたいと思うんですけども、510プライマーは、瞬間接着剤の硬化速度ですね、こちらを早めるための、スプレー、硬化スプレーになります。で瞬間接着剤というのが一般的にこう瞬間って名前がついてますので、一瞬でくっつくというイメージがあるんですけれども、実際は数秒ぐらいかかったりします。でちょっとこちら弊社の紙瞬でですね、どのぐらいのスピードか、瞬間接着剤にもよるんですけれども、ちょっと弊社の場合ですね、ちょっとテストしてみます。基本的には大量に塗らずに点付けの方が早く強力にくっつきます。だから量いっぱいつけすぎると、その乾燥速度は遅いし、強度も落ちる。そうです。強度も接着強度も落ちるので、できるだけ薄くですね。対象貼り付ける対象にもよるんですけど、これから貼り付けてみます。だいたい5秒ぐらい抑えますね。1、2、3、4、5、でこれでくっついてます。これでもう今パキッと取れるのがちょっと衝撃を与えた場合取れるんですけど、でもしっかり止まってはいますね。で今もだんだん時間が経つとこういう感じですね。今パキッと取れましたけど、衝撃を与えると瞬間接着剤は結構取れやすくはなります。だから5秒はかかっちゃうってことなんですね。そうですね。今の段階で5秒ですね。でじゃあ試しにですね、今度は短い時間でやったらどうなるか。あんまり待たずに。そうですね。よいしょ。で同じようにですね、ちょっと点付けをした上で、今度は1秒で反省しますね。1ですね。こういう感じですね。全然ついてないですね。同じようにつけてるんですけど、くっつかないですね。もう一回離したら全然ダメになっちゃいますね。一回離してもう乾いちゃってるんで、もうダメになってますね。で今度は別のパターンですけど、510プライマーとの併用ですね。でこちらにくっつけたい部分にまずこの、瞬間硬化スプレー510プライマーを吹きつけます。全然匂いしないですね。匂いがあんまりしないと思います。今ここに吹きつけてるんですけども、本当にしないですね。ほのかに匂いがしますけど、そんな感じです。全くしないです。で今度はここにまた同じように点付けをします。でここにも吹きつけてありますので、すぐ揮発しちゃうんですね。そうですね。いきます。1。すごい。ちょっと今今引っ張ったらしいですけど、固まってるですね。ここまでついてるんで、同じ場所にまたつけようと思えばできます。一回吹きつけてあればそこにプライマー残ってますんで、今度別のところに。もう一回吹きつけなくてもいいんですか？もう一回吹きつけなくても。ちょっと小島さんちょっと音がしてでもなんかいけそうなら、やってみましょうか。まだここにちょっとプライマーついてますので、そこでつけてみますね。で今度はやはり1とやりますが、今ちょっと手袋ついてましたね。ちょっと時間が1秒よりちょっと長いんで、より強力についてます。吹き直さなくていいのめっちゃいいですね。一回使った場所はダメなんですけど、残ってるところが使ってます。さっきこう吹きつけたので広い面積でついてますんで、それを使ってですね。で、すごいですね。これでなんですか、その作業性が上がるというか、どんどん早くできるってことですね。
へえ。でも本当に匂いがないし、そうですね、めっちゃいいですね。この匂いがないので、リビングモデラーさんとは言わないんですけれども、私も家庭で使っていて、あまり家族からクレームが来なかったというそういうめっちゃいいじゃないですか。はい、じゃあもう模型やっていいよって言っていただけてるってことですね。あまり怒られない。怒られないですね。こそこそとやらずにも多めに見てもらえるという状態ですね。ここにアセトンフリーって書いてあるんですけど、だからプラスチックに優しいっていうところをちょっと藤間さんに見せていただきたいんですけど。そうですね。ですね。アセトンっていうのが入っているとプラスチックがちょっと溶けたりとかするんですけれど、よく硬化スプレーをこう吹きつけた時に指紋がつくとか、そういうエピソードがあると思うんですけれども、そうですね。これプリントされてるもんですね。これが取れたりとか、ここに溶剤がつくと表面が溶けたり色落ちたりするんですけど、でよくこう押さえてて指紋がついたってパターン、これですね。わかるわかる。めっちゃ指紋つくんですよね。なんですが一切溶けてない状態ですね。本当だ。すごい。これシミにもなってないですね。ここ吹きつけた場所は分かるんですけれども、分かります？ちょっとこう色が少しこう変色というか艶が消えてるような感じですけど、だから塗装した後の接着とかはやめた方がいいって感じですかね。若干色というか吹きつけた場所が残るので、なんか目立たないんですけどね。で下地のこの今印刷部のところを溶かしてるわけではないので、ダメージが最小限で済むというそういう状態ですね。接着している時って割と塗装前とか、そういった部分が多いと思うので、なるほど。組み立て中っていう形ですね。何にしても表面が荒れたりとか、ああいうのがないっていうのはいいですね。そうですね。なんか多少色がちょっとつくよぐらいな感じの認識でいいですかね。なんか液体がこうついた水のシミというか輪染みというか、そういう形には見えるんですけど、実際はもうほとんど見えないぐらいですね。これって距離とかでなんか、そうです。基本的にはこの使い方のところに書いてあるんですけれども、距離がこのぐらいですね。10から20センチほど離して使っていただきたいという。だから今回割と至近距離で吹いてるから余計ちょっと後が出やすいですけど、水たまりみたいに一緒になったと思うんですけど、実際はこう離したところで20センチこれぐらいですもんね。そうですね。であればそんなにシミも起こりにくいかなっていう感じですよね。ちょっともったいないので近くでついつい吹いちゃいましたけど、めっちゃわかります。少しでも余さず使いたいっていうのは分かりますけど、基本的に使い方としては20センチぐらい離していただくという形ですね。本当全然気にならないレベルですね。こういうプライマーですよということですね。でこれをその瞬間接着パテにもこの510プライマーを使っていくってことですね。それでは510の瞬間接着パテを紹介していただきたいと思うんですけども、510瞬間接着パテの方は、これも瞬間ってはついてるんですけど、瞬間接着なんですって名前はあるんですが、どちらかというとパテの方に重点を置いてますので、接着力はそれほど強くはありません。あとはもう一つ言うと硬化速度が非常にゆっくりですので、位置合わせがしやすいっていう状態ですね。だからイメージとしては瞬間接着パテって名前ついてるんですけど、その種類分けみたいな意味合いの瞬間接着って感じですかね。そうです。こちらの瞬間硬化スプレーが使えるパテですよっていう意味の瞬間接着っていう感じですよね。ジャンル分けみたいな。そうですね。例えばですね、こちらをプラ板の上にですね、瞬間接着パテをさっきみたいに紙芯みたいに垂らしたとします。で乗せてみますけれども、1、2、3、4、5って言っても実際はすごく弱いです。瞬間接着剤としてはなかなか使いづらいですね。でまだこう乾いてない状態ですね。ツヤツヤです。でこの硬化速度の遅さというのが実は結構メリットになってまして、作業するときに例えばこう垂らした後ですね、位置が自由にこう合わせられるので、場所決めがしっかり、時間をかけて自分の狙った場所で作業ができるというのがメリットとしてあります。でこれをだから合わせ目消しであったりとか、盛り付けとかそういったものに使っていくそうですね。ただ硬化速度がどうしても遅いので、それを早めるためのこの510プライマーと併用がやっぱり使い勝手が抜群になるという
組み合わせになります。なるほど。位置が決まったらもうこれシュッとかければもうおしまいって感じですね。そうですね。でパテって名前がついてますので、実際に穴埋めとかですね、止血処理とかにも使えますので、ちょっとそちらの方をこちらでお見せしたいと思います。最初から穴が開いている。そうですね。ちょっとくぼんでいる場所があるんですけれども、こちらに少しですね充填させていただいて。で大量につけると瞬間接着剤の場合は大量につけるとやっぱり硬化の、スピードというかですね、吹きつけた時に奥の方がまだ乾ききらないので表面だけが乾燥してしまってで硬化してしまって内側がまだ硬化しないという状態が起きますので、できるだけ薄くした上で、つけていただくと。で今ここに黒いところで目立つんですけども、こうやってつけていただいて、でちょっとちゃんと光離していきますね。でこの状態で、ここの表面が今だんだん乾いてきてます。硬化してきてます。もうシューじゃなくてもうシュッとこうそうですね、軽く一回でいいってことなんですね。もう硬化してますね。で確かに混ぜちゃうとまだ中で固まってないのが、まだ固まってないのがありますね。で一回持っていただいたところに今ここには510プライマーが吹き付けられてますので、ここに直接ノズルをつけると今度こちら側が固まってしまいますので、基本的には一回吹いた場所にはこれ瞬間接着パテとかをくっつけずにノズルをつけずにこれじゃなかった、すいません、こちらをですねこういうパレット、今ここ透明のパレットがあるんですけれども、こういう状態ですね、出していただいて、でグルースティックなり爪楊枝なりでこう取っていただいて持っていただく。そうするとだんだんと厚盛りができるようになります。だから塗って吹いて塗って吹いてじゃなくて塗って吹いてなんですけど、直接ノズルがつくと固まってしまうので。なるほどなるほど。2回目以降はこういう別皿に取ってやるといいですよ。今ここにつけてる状態で少しずつ固まってきてるんですね。なのでできるだけ1回目は問題ないんですけど、このプライマーを一度吹いてしまった場所には別のパレットか何かに出していただいてからやっていただかないと。なるほど。でこれは紙シュも同じなので、よくあるのがこの吹き付けた場所、510プライマー吹いたところに紙シュの場合はこうハケがついてるんで、ハケが固まってしまいますので、ちょっと余談ですけども、そうかここの穴が埋まっちゃうからということですね。上から垂らせばであと筆が固まっちゃうからってことですね。やっぱプライマーがここら辺周囲漂ってるわけですからってことですね。でこっちで今まだちょっと乾いて固まってないんですけども、ここでもう一度吹いていただくとまた効果が始まります。でこれを繰り返していただくことで深めの穴とかもきれいに固まっていきます。なんか結構深めの穴だったですけど2回ぐらいで埋まりましたね。そうですね。ちょっとまだベタベタしますけど、だんだんとこう固まってきましたね。でこうすることで中で硬化不良を起こしているのが少なくなるので、何回かに分けていただいて、でちょっと今ちょっと出っ張るぐらいまで持っていただくという形ですね。で乾燥したらヤスリをかけていくっていう感じですね。で今ここちょっと深めだったんで3回目ぐらい持ってみますね。ここちょっとこう出っ張るぐらい持って、ちょっとこれからここ引き処理のような形で考えてみますね。はい。で少しだけ上に盛り上がってます。ちょっと近かったですけどね。いやでも本当に全然匂いしないんで今見ていただくと少し液体がかかったツヤのところで見ると分かるんですけど、本当ですね。変色というよりはどこがかかったか分かるぐらいのシミが出るってことですね。そんな感じですね。でおそらくもうそろっと固まってると思うんで、カチカチですね。はい。でこの後で引き処理としてヤスリをかけていただくと、実際こういう感じですね。ちょっとここが出っ張ってるんで、めっちゃいい。こうですね、こういう形でやすっていただけば、今くぼんでたところを引けに見立ててやすってますけども、こういう形ですね。これ結構固まった後って硬いんですか、そのパテ自体は。そうですね、こちらの場合は、プラスチックに近い感じのコートになって、ちょっと爪楊枝でつっついてみていただくと
実際刃物でこう突き立てた時とかも全然硬いですね。プラスチックみたいな感じにはなりますね。だから切削もしやすいって、そうですね、ちょっと柔らかめな仕上がりになるって感じですね。ヤスリ掛けとかもそうですけど、つらい位置というかですね、ここをきれいにつなげる必要が出てくるんですけども、そこでなんていうんですか、こう刃物を通すとこうパリッとこう割れたりとかそういうのがなくはないので、できるだけこう慣らすような形でつなげていただくと、こういうふうに引け処理とか合わせ目消しとかで使えます。今ちょっとこう実際にこんな形で途中までですけど、すごいいいですね。つらい位置になってきてると思います。なってきてますね。これ繰り返していく、そのヤスリを繰り返していくとなるって感じですね。結構硬化速度も速いですね。そうですね。こちらの510プライマーと510瞬間パテですね。こちらの方を合わせていただくと、作業するとき自分のペースで固めることができる。だって今こう喋りながら一箇所その溝埋めが終わった感じですからね。すごいいいですね。なるほどなるほど。でこの硬化速度の遅いこの510、瞬間接着パテですね。こちらを併用した場合の合わせ目消しですね。合わせ目消しの仕方をちょっとお伝えしますね。で基本的にはよくプラスチック用接着剤でこうむにゅっとやってからヤスリ掛けとかあると思うんですけれども、先ほどのこの510の瞬間接着パテの場合、硬化速度が遅いので、例えばこれを使っていただいて、この合わせ目ができるところにですね、この瞬間接着パテでくっつけてしまうというやり方があります。これでこう押し込んだ時にこれが隙間に充填されることで、隙間が自動的に埋まるというやり方ですね。でここで押さえていただくと出ましたね。出てきます。でこれでまだ実際は乾いてないので、硬化させるためにこちらのスプレー、硬化スプレーを使って、ちょっとここが結構綺麗にムニュッと出ますね。そうですね。これ割と中粘土なので、押した時にこうムニュッと出てくる格好ですね。サラサラしないので、こう結構2回3回やってこう押し出すってことまであったんですけど、これだと1回で済みますね。そうですね。すぐ固まらないっていうところがまたここにメリットにはなるんですね。実際瞬間接着剤で固まらないとどうなんだっていうのがあるんですけど、あえて遅いことによるメリットがここにあります。これは合わせ目消しもしっかりできるってことですね。今ここにこうムニュッと出てるんで、これでも削ったら全然そうですね。実際 OK じゃないですか。例えばここに400番の紙やすであたりで、これでやすっていけばもういいってことですよね。実際今この平面でしたら当て板がついてる FF ボードとかの貼っていただいた方がいいんですけど、ここ丸い頭の部分なんで、スポンジやすいのがいいですね。そうですね。これで消していただくと、これはこんな感じですね。もう終わったっすね。早っ。いいですね。これ完璧にできてますね。これはあれじゃないですか。こう見ている方もこれはいいって思ってもらえるんじゃないですか。そうですね。作業性がいいっていうふうに見ていただければ、すみません。見ていただければと思います。いやすごいですよ。いやありがとうございます。こちらこそありがとうございます。いやすご。なんかこう合わせ目とそのくぼみに使えるっていうことですね。そうですね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでですね、今回の動画ではこの2つの商品の実際の使い方を、小島さんに教えていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。次からの動画ですね、シャープ1、シャープ2、シャープ3で出ていた3人の方にまたいろいろ深いことを聞いていけたらと思いますので、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやこれ本当に買いじゃないかなって思うぐらいいい商品ですね。そうですね。作業性は抜群に上がると思いますので、作業性が上がるということで、おすすめですのでよろしくお願いします。面白いと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。You finally see, although I haven't been good, you know I'm not so bad. Gotta have a gift for me too in that bag. Let's open that thing right up and take a quick peek inside. There's gotta be something floating around in there for me. Maybe near that bottom corner. Something simple but something special. Oh,
said